トイボールファクトリーです。今回はフィギュアライズスタンダードアンプリファイドウォーグレイモンをテッカテカに塗装していきます。箱はこんな感じ。ウォーグレイモンはデジモンアドベンチャーに登場する八神太一のパートナーデジモンであるアグモンがワープ進化した究極体デジモンです。これまで作ってきたデジモンのプラモンはどれも出来が良かったですが、ウォーグレイモンはどうなんでしょうか。それでは作っていきましょう。テッカテカ大好きなあなた、お久しぶりです。前回の動画からちょっと時間が空いてしまいました。スーパーサンクス機能がまだ投稿棒に実装されないのに不適されていたのが原因なわけではなく、例のあれを打つにあたって余裕を持って1週間ほど仕事もプラモもお休みにしていました。軽く熱が出ただけで済んで拍子抜けでしたが、これで無事 5G 接続となったのかな。なんとか生き延びれる確率が増えていると願いたいですね。まずは何よりも健康第一。なんとか生き延びていっぱいプラモを作って人生楽しみましょう。ということで、無限ドラモン、メタルガルルモン、デュークモンに続いて4体目のデジモンプラモの制作となります。2019年10月に発売されたキットで、このキットは2021年6月に再販されたものを店頭で購入しました。ガンプラはネットでも店頭でもほとんど予約できなかったり、発売日初日でもなかなか手に入らなかったりしますが、デジモンのファンでプラモデルを作っている人が少ないのか、ガンプラと比べると競争率が低い気がします。店頭で購入できるチャンスが結構あって助かりますね。例によってパーツは結構大きいですね。パーツが大きいことで組みやすい部類になると思います。ガンダムシリーズとはデザインの方向性がまるで違うので、どのパーツがどこにはまるのかちょっと分かりづらいところがありますね。まあいきなりランナーから全てのパーツを切り離してしまうようなことをしない限り迷うことはないと思いますけど、メカ部分と生体部分が組み合わさってる感じがごつくていいですね。あらやだ、とってもいい押し入り。ウォーグレイモンは他のデジモンに比べても筋肉質な生体部分が多くて、かなり異質感がありますね。プラモデルでは見かけない柔らかさがあります。この足首はアグモンの特徴が見て取れますね。つま先には肉抜き穴がバッチリ。デジモンのプラモは爪などに肉抜き穴が多い傾向があるようです。腰や体幹部分はメカメカしいデザインでかなりごついですね。尖ったパーツやパイプなどのメカを想起させるパーツが多く、生体部分とのコントラストがデザインの特徴になっていると思います。かっこいい。続いてはブレイブシールド。アニメオリジナルのデザインからかなりアレンジが施されています。外角とクリアパーツが複雑に組み合わさり、3段階に開く展開ギミックもあって、どう組んだらいいのか迷う部分もありましたが、かなり派手でかっこいいです。アンプリファイドでのアレンジが遺憾なく発揮されていますね。でかい。ちょっと虫っぽいですね。続いてドラモンキラー。あまりに強すぎて無限ドラモンが一瞬で倒されてしまったのはちょっと拍子抜けしてしまいました。それでは全体を組み上げていきます。ということで組み上がりかなりマッチョで、さらにトゲトゲしています。ごつい。首の可動はブレイブシールドに引っかかってあまり動かず、腕もドラモンキラーが邪魔ですが、取り外せばこの通りマッスルポーズ。腰の可動はあまりなく、少しだけ見上げられますが、その他はいまいち。膝は逆足になっているので不思議な曲がり方。足首は二重関節ですが、設置性はいまいちかな。ブレイブシールドは展開ギミックで印象がかなり変わります。悪魔的なシルエットにも見えますね。
合わせ目が結構多くて目立つところに何箇所もあります。いろいろ処理するのが大変そうです。頭部にも合わせ目が。それではバラして塗装前の処理を行っていきましょう。ボイさヤマンバギャルはちょっとチェンジで。それでは事前処理を行っていきましょう。ドラモンキラーの縁の部分がまっすぐで違和感があったので切り書きを入れてアレンジしてみます。シャープペンシルで当たりを書いて、こんな感じかな。曲面追従マスキングテープを筋彫りのガイドとして貼っていきます。これで貼り終わり。左右対称っぽく貼れたかな。 0.2mm の BMC タガネで筋彫りを入れていきます。曲面追従マスキングテープに沿って筋彫りをして、ニッパーで切れ目を入れてペンチでもしり取ります。やっと少し余分なところが残ったのでアートナイフで形を整えてマスキングテープを剥がして、これで完成。ちょっとディティール感が増えたかな。後はめ加工を行っていきます。足の爪の部分ですね。ここは爪を挟み込むようになっているので、ダボ穴を8の字にカットしてつま先の方からパーツを差し込めるようにします。一つにつながっている爪を3つに切り離して、引っかかる部分をニッパーでカットして、これで差し込んで完成。バッチリ後はめ加工ができました。こちらは肩穴、ここにも合わせ目が出ますね。肩の接続ピンを挟み込む形でグレーのパーツと合体するので、これを後はめ加工します。ダボ軸とピンを挟み込む部分の返しをカット。ここも引っかかるのでニッパーでカットして差し込んでパッチン。これで完璧。バラすのも問題なし。肉抜き穴の穴埋めをポリエステルパテで行っていきましょう。クッキングシートの上にポリパテの主材を出して、さらに硬化剤を同じ長さだけ出してヘラで混ぜ合わせていきます。ポリパテはとても匂いがきついので、僕は防毒マスクをつけて作業しています。当然手袋も装着して作業した方がいいですね。匂いがするのはこれは毒ですよということを表現しているらしいので、ちゃんと対策した方がいいですね。爪の部分に爪楊枝を使ってポリパテを埋め込んで、なかなか埋められない。ちょっと柔らかすぎるのかな。エポパテとかの方がいいんでしょうか。リューターでザーッと削ってしまいます。まあ見えないところなのでそんなに丁寧にやる必要はないですね。ざっくりと削ってしまいます。この作業も手袋をすればよかったですね。手が真っ白になっちゃった。粉塵が舞ってもいいように塗装ブースで作業を行いました。これでだいたいいいかな。よしとしましょう。それでは合わせ目処理を行っていきます。今回はタミヤの流し込み接着剤を使っていきます。合わせ目処理には流し込み接着剤と瞬間接着剤のどちらの方がいいんですかね。個人的には瞬間接着剤の方がいいかなと思っています。流し込み接着剤は塗装前だと綺麗に合わせ目が消えたように見えるんですが、塗装すると溶剤で引けてしまうのか、合わせ目が復活してしまうことが結構あって、やり直しになったことが何度かあります。瞬間接着剤は瞬間接着剤で扱いにくいですし、材質が硬いのでヤスリがけがうまくできずに塗装後に気づくなんてことが結構あるので、どっちがいいのかまだよくわからないんですよね。今後も上手に合わせ目が消せるようになるまでどちらも試していくことになると思います。混乱させちゃいますね。調光スクレーパーでムニュッと出た部分を削り取って、筋彫り銅のマジックヤスリの400番から800番までヤスリをかけました。盛大部分は艶消しにするつもりなので、これくらいで十分だと思います。滑らかなパーツ表面になりましたね。金属っぽいパーツは光沢を出すためにいつも通り400番から1500番までヤスリをかけて、さらにフィニッシュプレートでテッカテカにしておきました。綺麗。
こちらは太ももと膝関節を挟むパーツですね。後はめ加工をするのは難しそうだったので、筋彫り銅のダンモを使って合わせ目を段落ちモールドとして処理していきます。今回は 0.4mm の方を使っていきます。丁寧にパーツに沿わせてダンモをスライドさせて、これで段落ちモールドになりました。ヤスリをかけてタミヤのクリーニングブラシの柄の部分にブラシがついているので、これで削りカスを払って、これで段落ちモールドの完成です。取り出したるは防毒マスク。投稿棒では時々登場していますね。何の変哲もないように見えますが、違いがわかるかな。防塵フィルターを新品と比べてみるとこんなに黒くなっています。マスクなしで塗装すると、これだけ塗料が体に入ってしまうのかと思うと恐ろしいですね。エアブラシの塗装だとラッカー塗料だけでなく、水性塗料でも同じように粉塵をまき散らしているので、気をつける必要があると思います。有機溶剤の吸収管と合わせて交換します。呼吸が苦しくなる前に交換していくようにしています。こまめに交換して健康を保っていきたいですね。僕は防毒マスクなしでは塗装する気にはなりません。新品のマスクに交換して呼吸も軽やかに楽しい塗装の時間と思ったんですが、 EX ブラックが底をつきそうで気が気じゃありません。7月に EX ブラックを注文したんですが、まだ届かない。どうやって生きていけばいいんですかね。参っちゃいますね本当に。今回は生体部分とクリアパーツ以外は全て EX ブラックで下地塗装を行いました。一体どれだけ EX ブラックを使ってしまうのか心配で胃が痛くなってしまいます。夏で気温が高いせいか塗料の乾きが早いので、頭部を一気に塗っていきます。そういや、このシルバーのプラはかなり光沢が出やすいなという気がします。ウォーグレイモンの下地を塗り終えて、もう EX ブラックが半分ぐらいに減っています。マジで。ということはあと1体ぐらいしか塗れないの。続いて投稿棒では珍しいソリッドカラー投光色を塗っていきます。生体部分ですね。できるだけ近い色味を選んだんですが、塗ってるのか塗ってないのかわからないくらい色が近いですね。塗らなくてもよかったんじゃ。まさかの艶消しが登場です。いや、まあ先に言ってたから投稿棒初登場の艶消し塗料です。まさかの缶スプレー。艶消しなのでぶっちゃけ適当に塗るだけでいいので、スプレーで十分。本当に適当に塗ってますね。缶スプレーなので狙った通りには吹けませんが、垂れないようにだけ気をつけて塗装しました。これでちゃんと艶消しになるんかな。続いてはビクトリーゴールド。普段は金色はスターブライトゴールドを愛用していますが、違う色も試してみようとビクトリーゴールドを選んでみました。スターブライトゴールドの原液を見てみると、シルバーのメタリック粒子が入っているのが見えましたが、ビクトリーゴールドにはそれらしきものは見えず、ゴールドのメタリック粒子が入っているのかな。どのような色の違いが出るのか楽しみですね。結構いい感じに高級感のあるゴールドになっているような気がします。スターブライトゴールドと比較して遜色がないように見えます。これでだいたい塗装できたかな。スターブライトゴールドを塗装したものと比較してみましょう。ほとんど違いがわからない。なんでじゃ。続いてはガンメタル。フレーム？色の濃いグレーパーツをガンメタルで塗装していきます。頭部だと顎の部分ですね。頭部の後はめ加工は難しかったので、顎を挟んだまま合わせ目を消して塗装してしまいます。スターブライトシルバーを塗装していきます。ガンメダルを塗装した顎の部分をマスキングして、その上からスターブライトシルバーで明るいシルバーの塗装を行っていきます。吹き付け時の気圧をよく質問されますが、決まった気圧で吹いているわけではなく、状況に応じてこまめに変えています。メタリック塗装の際は可能な限り低く、狭い面積なら 0.1 メガパスカル、広い面積なら 0.2 メガパスカルなど、状況とご自身のテクニックに応じて都度調整しましょう。緊張の瞬間、マスキングを剥がして、塗り分けがバッチリうまくいきました。やったね。続いては GX メタルレッド。
髪の毛やパイプなど赤色のパーツを色付きのメタリック塗料で塗装することでクリアからの塗装を減らせる省力キャンディー塗装の下地です。続いてはクリアレッド。今回も一度の塗装でいい濃さになったと思います。やっぱり気温が高いと乾燥が早いのでそれがいいんですかね。円柱形のパーツが多くて溜まりができにくかったのも良かったのかも。とても綺麗な赤色になりました。それでは部分塗装を行っていきます。まずはシェードカラー。下出るカラーのシェードはクリアカラー系の塗料で陰影をつけるための塗料です。奥まったところにシェードを塗ることで色が暗くなり立体感を強調することができます。続いてはシェードナルンオイル。地の色に合わせたシェードを使うのが基本ですが、違う色味のシェードを使うのも深みが出ていいかもしれませんね。今度試してみようかな。続いてはシェードカサンドライエロー。声帯部分に陰影をつけていきます。ちょっとシャバシャバに水を含ませた筆で塗装しています。墨入れとかウォッシングといった感じですかね。余分なところを綿棒で拭って、これでどうかな。まだ乾いていないんですが立体感が強調されていていい感じですね。エアブラシのみだと難しい表現です。ガーベラへのコメントありがとうございました。たくさんコメントいただいたんですが、やはりアイアンマンに見える人が多かったですね。海外からはトニー・スターク専用ガンダムというコメントがついていてすごく面白かったです。あとなんとかに似てるという中でビル・ゴルディに似てるというコメントがありました。なんだよビル・ゴルディって思ってググってみたらめちゃくちゃ似ててびっくりしました。特捜ロボジャンパーソンに出ていたキャラなんですね。自分の全く知らないものを知ることができて面白かったです。ありがとうございます。最近は動画を見てテカテカ塗装に目覚めたとか塗装法を参考にしましたというコメントも増えてすごく嬉しいです。テカテカ塗装は超めんどくさい塗装なのでテッカテカ沼にこれでまた一人を沈めてやったぜという気持ちでいっぱいです。みんなで一緒に苦しみましょう。他にも20分の動画では短いライブ配信とかもっとたくさん動画が見たいなんていうありがたいコメントもいただきました。僕も自分の動画をもっと見たいので誰かパパッと作ってくれないかなといつも思っています。塗装するのも動画を編集するのもめちゃくちゃ時間がかかるんですよね。ということでというわけでもないんですがメタルビルド龍神丸の開封動画などを作ってみました。おじさんがおもちゃで遊んでるだけの動画はいかがなものかと思っていたんですがやってみると結構楽しかったのでこういう動画もたまには作ってみてもいいかなと思いました。可愛いというご意見もいただいたので調子に乗ってこれからも時々作っていきたいですね。おじさんなので時間が経っちゃうとおもちゃでどういう風に遊ぶのかも忘れちゃうので記録にももってこいですね。ブレイブシールドの模様をブラッド・フォー・ザ・ブラッド・ゴッドでキャンディー塗装にしています。細かい部分を塗り分けしていきましょう。爪をスクリーミングスカルで筆塗りしています。丁寧に塗っていますが縁の部分がどうしてもガタついてしまいます。そこでシェードアグラックスアースシェードを使います。塗り分けた縁の部分にシェードを流し込みして縁の部分に陰影をつけます。こうすることで筆で塗装した境界をうまくごまかすことができます。ホワイトスカーを塗装していきます。白目の部分ですね。エアブラシでスターブライトシルバーを塗ってしまったんですが下出るカラーは隠蔽力が強いのでレイヤーでも2回ほど重ねれば塗りつぶせてしまいます。白目の中心にアイアンブレーカーで塗装。多少はみ出しても上から塗りつぶせばいいので神経質になる必要はありません。さらにその上にウエストングリーンを塗装してキャンディーカラーにして鮮やかな交彩にします。赤色のスピリットストーンレッドにして攻撃的な目にするのもありかもしれませんね。さらにアバンドンブラックで瞳孔を塗装。ちょんちょ。再びのホワイトスカーでハイライトを入れてこれで生命感あふれる目になりました。ハイライトを入れるのがすごく重要ですよね。デジモン系のプラモは目を塗るのが特に楽しいですね。ということで全てのパーツが整いました。それでは並べて組み立てていきましょう。
パーツがでかいですね。シェードで陰影をつけたおかげで重みのある塗装になりました。今回は生体部分の艶消しのみトップコートを行い、その他の部分はトップコートをせずにメタリック塗装そのままの質感にしています。頭を取り付けて、髪の毛がなんだか触手みたいで怖いなこれ。これでウォーグレイモンのメタリック塗装の完成です。生体部分を艶消しにしたことでメタリック塗装がより映えてますね。背中のブレイブシールドの文様を赤くアレンジしたのもお気に入りポイントです。無限ドラモン、メタルガルルモン、デュークモンときてついにウォーグレイモンを完成させました。どのキットもアレンジが抜群でしたが、ウォーグレイモンもトゲトゲしててめっちゃかっこいいですね。ということでフィギュアライズスタンダードアンプリファイドウォーグレイモンをテッカテカに塗装しました。アーセメ処理や後はめ加工に肉抜き穴の穴埋めなど必要な加工が結構多くて大変でしたが、その苦労に見合った価値を得られたと思います。10月にはアニメ設定準拠のウォーグレイモンの発売も控えていて、デジモンプラモがさらに充実していきますね。ということでフィギュアライズスタンダードアンプリファイドウォーグレイモンのテッカテカ塗装でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。個人的には昨夜も待ちかな。